アポロ1号の悲劇と約束、閉ざされたハッチが教えた未来。火災発生からわずか17秒。それはただの事故ではありませんでした。この17秒が宇宙開発の常識を根底から覆し、未来の命を救う設計思想を生んだのです。グリソム、ホワイト、チャフィー、3人の宇宙飛行士が残した最後の声は、今もなお宇宙を目指す者たちの心に生き続けています。宇宙へ挑む者たちの序章。1960年代、アメリカはある大きな目標を掲げました。この10年が終わるまでに人間を月に送り、無事に地球へ帰還させる。それは当時の大統領ジョン・ F ・ケネディが国民に示した約束でした。この目標は単なる技術競争ではありませんでした。冷戦という緊張した時代の中で、アメリカとソビエト連邦が宇宙開発をめぐってしのぎを削っていたのです。宇宙は国家の威信をかけた戦場でもありました。そうした中で始まったのがアポロ計画です。この計画は人類を月に送り、無事に帰還させるという壮大なプロジェクトでした。そのために前段階としてマーキュリー計画とジェミニ計画が行われました。マーキュリー計画ではアメリカ初の有人宇宙飛行が成功しました。ジェミニ計画では宇宙遊泳やドッキングなどより高度な技術の実証が進められました。こうした技術と経験の積み重ねがアポロ計画の土台となったのです。そしてその最初の有人ミッションとして計画されていたのがアポロ1号でした。これは月を目指す最終段階ではなく、地球周回軌道で宇宙船のシステムを検証する訓練飛行でした。アポロ1号には3人の宇宙飛行士が搭乗する予定でした。彼らは長期間にわたる厳しい訓練を乗り越え、宇宙船の細部にまで精通していました。しかし打ち上げを控えたある日、訓練中の機内で想定外の火災事故が発生します。それが1967年1月27日に起きた地上訓練中の火災でした。この事故はアポロ計画に大きな試練をもたらしました。けれどもこの犠牲があったからこそ、後の宇宙開発には数多くの安全対策が組み込まれるようになったのです。3人の宇宙飛行士が示した勇気と犠牲は計り知れない意味を持っています。この物語はそれを知るための出発点です。選ばれた3人。1967年1月27日、アポロ1号の打ち上げを前にした地上訓練が始まりました。場所はフロリダ州ケープカナベラルにある発射台34番。この日は実際の打ち上げ手順を再現する模擬カウントダウンテストが行われていました。グリソム、ホワイト、チャフィーの3人は宇宙服を着用したままコマンドモジュールに登場しました。このテストでは機体に燃料は搭載されていませんでした。エンジンを噴射するわけでもありません。しかし通信、電源、手順、安全確認など全てを本番と同じ手順で進める厳格な検証でした。船内は純粋な酸素だけが満たされた高圧環境になっていました。これは宇宙空間の条件を模擬するためです。しかしそこに重大な危険が潜んでいました。純酸素はほんの小さな火花でも一瞬で炎に変わる極めて燃えやすい気体だったのです。この日通信系統に不具合があり、船内と地上のやり取りはうまくいっていませんでした。テストは何度も中断され、3人の不満が高まっていました。チャフィーがこう発言します。このマイクは全く使い物にならない。どうにかしてくれ。午後6時31分、突然船内から火事だという叫び声が上がりました。直後に火花が純酸素に引火し、炎が船内を一気に包み込んだのです。わずか17秒、3人の宇宙飛行士は逃げる間もなく命を落としました。問題はそれだけではありませんでした。乗組員の脱出に必要なハッチは内側から開けられない構造でした。さらに機密性を保つために内圧を高く設定していたため、外側から開くのにも時間がかかりました。地上スタッフが必死にハッチをこじ開けた時には船内に濃い煙が充満していました。3人を助けることはもはや不可能でした。火災の原因は最終的に電気系統のショートによって発生した火花とされています。それが高濃度の酸素環境によって瞬時に燃え広がったのです。この事故はアメリカだけでなく世界中の宇宙開発関係者に深い衝撃を与えました。純酸素、高圧、可燃物、脱出不可能な構造、これらの条件が重なり最悪の結果を招いてしまったのです。この事故をきっかけに宇宙開発の安全に対する考え方は根本から見直されることになります。運命の日、1967年1月27日、フロリダ州ケープカナベラル空軍基地、アポロ1号の乗組員たちはその朝も変わらぬ日常を迎えていました。朝食を済ませ笑顔で言葉を交わしながら
それぞれが訓練へと向かっていったのです。この日行われるのはプラグアウトテストと呼ばれる地上訓練でした。プラグアウトテストとは、外部の電源を切り、宇宙船内部の電力だけで全システムを稼働させるものです。打ち上げと同様の状況を模して通信や制御の確認を行います。しかし、あくまで地上での訓練であり、危険性は少ないと考えられていました。そのため、周囲には消防隊の待機もありませんでした。3人の宇宙飛行士たちは午前中に宇宙服を着用し、慎重にチェックリストを確認しました。そして午後1時過ぎ、初射台のアポロ宇宙船へと乗り込みます。写真には、落ち着いた表情で作業を進める彼らの姿が残されています。やがてハッチが閉じられると、船内は 100% の純酸素で満たされました。これは機器の簡略化と重量の削減を目的とした設計でしたが、後に致命的な弱点として認識されることになります。訓練が始まって間もなく、通信システムに異常が発生しました。司令船パイロットのグリソムは苛立ちを抑えながら、こう語ったと記録されています。こんな通信で、どうやって月まで行くつもりなんだ。問題は解決せず、訓練は予定より大きく遅れていきました。それでも彼らは根気よく手順を確認し、6時間以上にわたり船内で作業を続けていました。宇宙飛行士にとっては、こうした長時間の訓練も日常の一部だったのです。だがその時、宇宙船の左側、床付近でわずかな異変が起きていました。地上の技術者は、電気系統に小さな異常電流を検知します。しかしそれが危険と結びつくまでに、時間は残されていませんでした。午後6時31分4秒、チャフィーの緊迫した声が通信を通して響き渡ります。火災だ。コックピットで火災が発生した。声には驚きがにじんでいましたが、動揺する様子はありませんでした。冷静な通報は、訓練を重ねた飛行士としての責任と覚悟を感じさせます。しかし、純酸素の環境では、火花が一瞬で炎に変わります。船内の気圧は高く、火は猛烈な勢いで燃え広がりました。彼らは脱出を試みましたが、内側から開けにくいハッチの構造がそれを阻みました。火の熱と圧力は急上昇し、わずか17秒のうちに、内部は致命的な状態に陥ったのです。この日は、本来なら月への夢を支える平凡な訓練のはずでした。しかし、それが一瞬で悲劇へと変わってしまったのです。この出来事を境に、宇宙開発における安全という言葉の意味が根本から見直されるようになります。3人の犠牲は、未来の命を守るための大きな代償となったのです。開かないハッチ、アポロ1号の火災は、目に見えない危険が幾重にも重なった末の悲劇でした。一つ一つの判断が、ほんの少しでも違っていれば、未来は変わっていたかもしれません。最も大きな問題は、船内に充満していた 100% の純酸素です。通常、私たちが吸っている空気の酸素濃度は約 21% ですが、この宇宙船では全体が酸素で満たされていました。酸素は生命に不可欠ですが、同時に火を猛烈に燃やす性質を持っています。そのため、わずかな火花でも一瞬で爆発的な炎に変わる危険があったのです。さらに、燃えやすい素材が船内には多数使われていました。宇宙服の一部にはナイロン、座席のクッションにはポリウレタンフォーム、電気配線を保護するためには紙やプラスチックが使用されていました。これらの物質が純酸素に満たされた密閉空間に置かれていたことで、炎は一瞬にして燃え広がりました。火元と考えられているのは、チャフィーの左足元付近にあった電気配線です。およそ 32km にも及ぶ配線の中の1本が、絶縁に失敗して短絡を起こしました。その火花が近くの可燃物に引火し、火災の引き金となったのです。加えて、船内の気圧が通常よりも高く設定されていたことも、火の勢いを増幅させました。通信や機器の動作を安定させるための措置でしたが、結果として炎の拡大を早めることになってしまったのです。酸素濃度と気圧、その両方が極端な状態にあったことで、火災は爆発的な速度で進行しました。そして、最後の決定的な障壁となったのが、ハッチの構造でした。アポロ1号のハッチは、内側から外へ押し上げる形式になっており、火災によって内部の圧力が急上昇すると、ハッチを開けるには 5000kg 以上の力が必要になったと推定されています。3人の力を合わせても、開けられる構造ではありませんでした。しかもこのハッチには、複数のロックが組み込まれており、全てを解除するには通常でも90秒近くかかると言われていました。しかし、火災の発生から最後の通信が途絶えるまでにかかった時間は、わずか17秒。人が冷静に判断して動ける時間としては、あまりにも短すぎました。電気配線の不具合、燃えやすい素材、過剰な酸素と気圧、そして開かないハッチ、これらの要素が全て重なった時、宇宙飛行士たちは逃げ場のない密室に閉じ込められてしまったのです。火災の直接的な原因は配線の短絡でしたが、
そこに至るまでの工程には見逃されてきた小さな危険が積み重なっていました。設計上の油断、安全性に対する意識の甘さ、そして想定外への備えの欠如。彼らが命を懸けて教えてくれたのは、宇宙空間だけでなく地上にも潜む危機の存在でした。この痛ましい事故は NASA の安全思想を根本から揺るがす転機となります。それは単なる悲劇ではなく、未来を変えるための厳しい警告だったのです。17秒の記録。1967年1月27日午後6時31分、アポロ1号のコマンドモジュール内に突然火が走りました。火元は船内の左下、チャフィーの座席の下にあたる配線付近でした。その瞬間、宇宙飛行士たちは全く予想しなかった緊急事態に直面しました。6時31分4秒、チャフィーの声が通信を通じて響きました。火災だコックピットで火災が発生した。彼の声にははっきりとした緊張が感じられました。それでも叫ぶような口調ではなく、冷静さを保っていました。厳しい訓練で培われた判断力が極限の状況でも発揮されていたのです。次に聞こえたのは別の乗組員の声。火を消せ。おそらくグリソムの指示でした。状況を把握し、初期消火を試みようとしたのです。地上の管制室はすぐに反応し、どうした？何が起きている？と問いかけました。ですが、すでに炎は酸素に包まれた空間を猛烈な速さで広がっていました。わずか数秒のうちに船内の気温は急上昇し、燃焼によって発生した煙と有毒ガスが視界と呼吸を奪っていきます。6時31分10秒、通信に重なるように叫び声が聞こえました。出してくれ、我々を出してくれ。これは内側からハッチを開けようとする切実な訴えでした。その声には痛みと絶望、そしてかすかな希望が入り混じっていました。通信記録には金属がぶつかる音や空気の流れが変化するようなノイズも含まれていました。おそらく3人が必死にハッチの解除を試みていたのです。しかし内部の圧力は急上昇し、ハッチを押し返していました。どんなに強く押しても開くことはありませんでした。6時31分17秒、最後の音声が記録されました。それは苦しみの中から絞り出された叫び声でした。直後に通信は途切れ、静寂が訪れました。たった17秒の間に全てが終わったのです。宇宙飛行士たちは火災を報告し、対応を試み、そして脱出を求めました。その全てが記録されていました。その間、パニックに陥った様子はほとんどありません。3人は訓練通りに冷静に行動しようとしていたのです。この通信記録はアポロ1号事故の核心を伝える決定的な証拠となりました。彼らがどう戦い、どう絶望したか、そして最後まで任務に向き合い続けた姿がそこに残っていました。火災は急激に進行しましたが、それでも彼らは逃げようとしました。限られた時間の中でできることを全て試みました。その声の一つ一つが今も宇宙開発に関わる全ての人々に語りかけています。3人の声はもう二度と聞くことはできません。けれども沈黙の中に残されたその記録は今も宇宙に挑む全ての人々に語りかけています。あの17秒に刻まれた声は未来の安全と覚悟を問い続けているのです。閉ざされたハッチの前で火災発生の一報を受けた地上スタッフはすぐに発射台へと走りました。彼らが目にしたのは白煙が立ち上るコマンドモジュール。中にはまだ3人の宇宙飛行士が取り残されています。誰もが迷うことなく行動に移りました。彼らは全力でハッチを開けようとしました。だが船内で使われていた酸素が炎を育て、内部の気温は一気に上昇していました。外部から触れる船体の表面はすでに高熱で変形し始めており、内圧も高まったことでハッチは完全に密閉されてしまっていたのです。アポロ1号のハッチは構造上いくつものレバーとロックを順番に解除しなければならず、急いでいても数十秒から1分以上の時間がかかる仕組みになっていました。通常なら安全のための設計でしたが、この瞬間に限っては命を閉ざす扉となりました。発射台のクルーたちは酸素マスクを装着しながら焼けるような船体に工具を押し当て、なんとかこじ開けようと奮闘しました。中からの通信はすでに絶えており、コックピットの窓はすすで黒く曇り、内部の様子は全く確認できない状態でした。ようやくハッチが開けられたのは火災発生から5分近く経ってからのことでした。中にあったのはかつて宇宙を目指していた3人の命の痕跡。彼らはそれぞれの持ち場にとどまったまま脱出の手順を試みた形跡がありました。グリソムは座席のバックルを外し身を乗り出していました。ホワイトはハッチを開けようとした形跡があり、チャフィーは通信装置の前で最後の呼びかけをしていたとされます。誰もが自分の役割を果たそうとしていた。その姿は決して混乱や恐怖に飲まれてはいませんでした。火の中でも彼らは冷静に
最後まで任務を遂行しようとしていたのです。救出に向かった地上の職員たちもまた大きなショックを受けました。その場に居合わせた者の多くがその後も長い間夢にうなされたといいます。目の前で人が命を落とす現場に居合わせるという現実は想像を超える重さを持っていたのです。それでも誰一人その場から逃げなかった。涙をこらえながら彼らはその光景を心に刻みました。閉ざされたハッチの前で人は何を守れたのか、それとも何を失ったのか。問いは今も答えのないまま宇宙開発の現場に静かに残されています。灰の中から立ち上がるアポロ1号の火災事故は宇宙開発にとって痛ましい後退となった。3人の宇宙飛行士を失った NASA は深い悲しみに包まれながらも歩みを止めることを許されなかった。彼らの犠牲を決して無駄にしないため直ちに調査と改善の取り組みが始まった。事故の翌日から NASA は徹底的な調査に乗り出した。発射台に残された全ての部品や配線、記録装置が分析され、宇宙船の構造から使用されていた素材、手順書の一文に至るまで全体が見直されることになった。調査の結果、火災の原因は配線の短絡とその周囲にあった可燃性の素材、そして純酸素という燃焼を促進する環境が重なったことによると特定された。この事故を経て宇宙開発の現場は技術のみならず安全を何よりも優先する姿勢へと大きく変わっていった。 NASA はアポロ計画そのものを1年以上中断し、全体の設計を根本から見直すという大改革に踏み切る。最初に変更されたのはあのハッチだった。二重構造で複雑だった重い設計は完全に廃止され、緊急時には数秒で内側からも外側からも開けられる軽量でシンプルな構造に一新された。次に見直されたのは船内に使用されていた素材だった。ナイロンやポリウレタンといった可燃性の素材は全て排除され、不燃性の素材へと置き換えられた。配線類にも防火処理が施され、ショートのリスクを最小限に抑える設計が導入された。また純酸素のみで船内を満たすという方針も見直され、地上での訓練時には通常の空気と同じ組成が使われるようになった。酸素濃度が引火性に及ぼす影響を避けるための措置だった。さらには訓練手順や緊急時の対応体制も根本的に見直された。あらゆる事態を想定したシミュレーションが導入され、想定外を限りなく減らすための新たな仕組みが構築されていった。これらの改革には膨大な時間と労力が必要だった。それでも NASA の誰もが二度と同じ悲劇を繰り返してはならないという決意のもとで一つ一つの変更に真剣に向き合っていた。あの火災は宇宙船を単なる輸送機ではなく命を守る器として捉え直す契機となった。失われた3人の命は未来を守る教訓となり、それを知る者たちの意識と行動を根本から変える原動力となったのである。宇宙への道は決して平坦ではない。だが灰の中から再び立ち上がることができたのは、その命の重みが一人一人の記憶に深く刻まれていたからだった。そして月へアポロ1号の火災事故を経て NASA は全てを見直した。技術だけでなく考え方そのものを根本から変える必要があると悟ったのだ。失われた命の重みが宇宙開発の進むべき方向を静かにしかし確実に変えていった。事故から1年8ヶ月後、改良されたアポロ7号が軌道に打ち上げられた。その宇宙船には安全なハッチ、燃えにくい素材、整備された緊急対応の手順が組み込まれていた。飛行士たちは笑顔を見せ、通信は落ち着いた雰囲気の中で行われた。この成功はグリソム、ホワイト、チャフィーの犠牲が未来の礎となったことを証明していた。その後アポロ計画は着実に歩を進めた。人類初の月面着陸を目指し、試行錯誤と挑戦の日々が続いた。そして1969年7月20日、アポロ11号が月面に着陸する。ニール・アームストロングが人類初の一歩を踏み出したその瞬間、映像は全世界へ配信され、人々は新たな時代の幕開けを実感した。あの言葉が響き渡った。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍である。その一歩の背後にはあの3人の宇宙飛行士の姿が静かに重なっていた。アポロ11号の着陸は単なる成功ではなかった。それは失敗と悲劇を乗り越えてたどり着いた結実だった。宇宙開発とは命を懸けて挑む行為であることを NASA は深く理解していた。だからこそアポロ11号のクルーたちはただ月を目指したのではない。過去を背負い未来を託され、その責任と共に飛び立っていたのだ。もしアポロ1号の事故がなければ月への到達はもっと早かったかもしれない。だがあの火災があったからこそ安全という視点が全ての中心に据えられ、月面着陸は確かな準備と責任の下で実現した。宇宙開発は単なる科学技術の挑戦ではない。それは
人間がどこまで慎重に、どこまで真剣に未来と命に向き合えるかという問いそのものなのだ。そしてその問いに対する最初の答えがアポロ11号の着陸だった。その歩みの中でアポロ1号の3人は確かに静かに月へと同行していたのである。沈黙の記録。アポロ1号の火災は激しい音と煙を残して終わった。しかしその後に残されたのは静寂だった。誰の声も届かなくなった宇宙船の中には言葉にできない記録が残されていた。事故後 NASA の調査チームは船内のあらゆる情報を徹底的に検証した。通信の音声記録、装置のスイッチの位置、配線の焦げ跡、宇宙服の損傷具合、すべての痕跡が最後の17秒間に何が起きていたのかを物語っていた。チャフィーの声は冷静だった。グリソムの指示は明確だった。ホワイトの動きは脱出に向けた訓練通りだった。3人は火災の中でも最後まで手順を守り、使命に忠実であろうとしたのだ。船内の配線は溶け落ち、座席の一部は原型をとどめていなかった。それでも手動でロックを解除しようとした跡がはっきりと残っていた。誰も諦めていなかったことがその小さな金属の歪みに刻まれていた。公式報告書には3人の死因が煙の吸入及び高熱による即死と記されていた。だがその裏には命が尽きるまでの数秒間必死に未来をつなごうとした人間の姿があった。遺族のもとには訓練中の記録映像や音声テープが届けられた。そこには冗談を交わしながら準備に励む3人の姿が映っていた。笑い声、仲間を気遣う言葉、真剣な眼差し、それらは今も NASA の資料室に保管され、研究者や職員の心に生き続けている。 NASA はこの事故を忘れないために複数の施設に記念碑を設けた。ケネディ宇宙センターには彼らの名前が刻まれたプレートが設置され、訪れる人々に静かに語りかけている。チャフィーの息子は後に語った。父は夢を追って命を落とした。でもその夢は誰かに届いた。その言葉は沈黙の記録が今も続いていることを教えてくれる。記録というのは文字や音だけではない。開けられなかったハッチ、焼けたケーキ板、押し付けられた工具の跡、全てが声のように語りかけてくる。沈黙の中に残されたものはただの過去ではない。それは未来へと受け継がれる意志であり、警告であり、希望だった。未来を照らす奇跡。アポロ1号の火災は宇宙開発史における最初の大きな犠牲だった。3人の宇宙飛行士の命は失われたが、その出来事は消えることなく NASA の中核に深く刻まれた。そしてそれは後に続く全ての宇宙飛行の礎となった。火災を経験した NASA はそれ以降安全を絶対的な基準として据えた。全ての計画にもしもという視点を加え、最悪の事態を想定した設計と訓練の文化が築かれていった。その文化はスペースシャトル、国際宇宙ステーション、さらには民間による宇宙開発に至るまで確実に受け継がれている。月に降り立った宇宙飛行士たちは誰もがアポロ1号の名を忘れていなかった。アポロ11号の月面には3人の宇宙飛行士のために刻まれた記章が静かに置かれた。それは夢を途中で絶たれた仲間への敬意であり、未来への誓いでもあった。グリソム、ホワイト、チャフィーという名はただの犠牲者としてではなく、宇宙への道を開いた者たちとして語られ続けている。彼らが立ち止まることなく進み続けていたからこそ今日の宇宙開発があり、私たちは地球を超えた視野を持てるようになった。今宇宙を目指す者たちは必ず一度はアポロ1号の物語に触れる。それは教科書ではなく生きた教訓である。技術だけではなく命と向き合う覚悟が求められる現場において、彼らの声なき存在が常に背中を支えてくれるのだ。たとえ彼らが到達できなかったとしても、その足跡は確かに奇跡となり、後の世代の道を照らしている。宇宙はまだほんのわずかしか知られていない。しかしその小さな歩みの中には数えきれない人々の夢と努力と犠牲が重ねられている。未来に向けて新たな一歩を踏み出すたびに、私たちはいつも見えない誰かの存在に支えられている。アポロ1号は宇宙に届かなかった宇宙船だった。しかしその存在は未来を動かす確かな奇跡となり、今もなお空の向こうを照らし続けている。宇宙に届かなかったアポロ1号、しかしその名は今なお宇宙開発の全ての節目で静かに語り継がれている。あの火災は悲劇だった。だがそれだけではなかった。そこにはどんな状況でも任務を果たそうとした人間の姿があり、命の重さを知った人々が再び歩き出すための原点があった。未来を切り開くということは希望だけでなく、痛みや失敗を引き受ける覚悟と向き合うことでもある。アポロ1号の3人はその覚悟を体現していた。彼らが残したものは技術ではなく
意志だった。安全に妥協しないこと、仲間と未来を信じること、その姿勢が今も宇宙開発の根幹に生きている。誰かの挑戦が誰かの命によって支えられている。だからこそ私たちは知る必要がある。アポロ1号という名前にどんな意味が込められていたのかを。彼らの物語は終わってはいない。それはこれから宇宙を目指す全ての人の中に静かに息づいている。空の向こうを見上げるたび、きっと誰もが思い出すだろう。あの閉ざされたハッチの先に未来があったということを。